はい、皆さんこんにちは、ひたちです。今日はヒロアカの中から文法だろとというについて説明をしたいと思います。ひどいよ母ちゃん、泣いてるだろ。これ以上ははい、デクが言っていた泣いてるだろのだろです。だろっていうのは助動詞で、こういう風に動詞や形容詞、名詞の最後につく言葉です。これは文章に意味をプラスする言葉で、相手にイエスとか反応をしてほしいっていう意味をプラスします。英語で言うと Isn't it? っていうのが一番近いと思います。で、だろうとかだろっていうのは男の人や上の人が下の人に言う言葉。女の人とかちょっと優しい人はでしょっていう言葉をよく使います。アニメの中では動詞の泣いてるプラスだろうっていうのを使っていて、泣いてるだろう、そうだね、イエスを言わせて、だからもう喧嘩をやめようっていう意味で使われていました。じゃあなんでこのだろうを使って相手にイエスを言ってほしいのか。これは日本人は他の人と同じ状態が好きだからです。つまり相手が同じ状態、例えば好きじゃなかったらとか何々じゃなかったら自分もしたくなくなったり好きじゃなくなったりします。だから相手と同じ状態にしたい、その確認チェックのために相手にイエスって言ってほしいだろうやでしょっていう言葉を使います。例えばいけよし寒いでしょだったら、はい寒いですっていう言葉が欲しいです。どうしてかっていうと、エアコンをつけたいから。この人はエアコンがつけたいから私も寒いです、あなたも寒いですよね、二人とも寒いからエアコンをつけましょう。こんな風にエアコンをつけるお願いがしたくて寒いでしょっていうのを使っています。次に静かでしょなけよしだったら、そうだねっていう言葉が欲しい。だからこの場所好きなんだ、この場所が好きだっていうことを説明したいから、まずは静かだからいいよねっていうお互いのイエスが欲しいです。次は名詞、面白いアニメでしょだったら、いや面白い、それに対して絶対好きだと思った、この話がしたいから面白いアニメでしょ、面白いよ、あなたも面白い、私も面白い、安心をして次の話題に行ったりします。実際にどんな風に使われているか見てみましょう。寒いでしょ、ちょっと寒いですね。じゃエアコンつけよう。寒いでしょ、はい寒いです、エアコンつけようっていう風に言っていました。これが普通です。でももちろんノーの時もある。寒いでしょ、いやそんなに寒くないよ。寒くないの、そっか。寒いでしょ、いやそんなに寒くないよ。この相手もイエスじゃないっていうのが分かったら、日本人はそっかって言ってつけるのをやめたりします。それは他の人と同じ状態じゃなければちょっと悲しくなるから。だからしたいこと、今回だったらエアコンをつけるっていうのをやめることがあります。で、だろうとかでしょうを言うときにはもう相手もイエスって思ってることが多いから、相手のリアクションを待たないで何かすることもあります。寒いでしょ、エアコンつけるよ。こんな風に。で、イエスだと思ってるからノーが来るとびっくりします。いやそんなに寒くないよ。で、今だろとでしょの説明をしたんだけど、実は自分が何かをしたいと思ってるんだけど他の人はどうかなって確認をする表現は、このだろやでしょよりもくないとかじゃないっていう言葉を使うことが多いです。
例えば食べるだったら動詞、これは使えないから食べるを意形容詞にチェンジ。食べたい、これだったら形容詞になるから食べたくないとか寒くない、静かじゃない、アニメじゃないっていう風にくないじゃないを使って相手の気持ちを確認します。例えばこんな感じ。寒くない？エアコンつけるよ。で、発音のポイントがあります。このチェックをしたい時には一番最初の言葉を小さい声、低い声、これで言うと相手にチェックの意味が伝わります。例えば食べたくない、食べたくない、寒くない、静かじゃない、アニメじゃないっていう風に一番最初を静かに、2番目を強く言ってもいいですね。そして食べたくないって言ったら聞いた人はこの人は食べたいんだっていうことが分かります。逆に寒くないって言ったらこの人はエアコンつけたいんだな。静かじゃない？何か言いたいのかな。アニメじゃない？アニメですねっていう風に、このないっていうのを聞くと日本人はこの人がしたいことがその言葉から分かります。で、逆にない系もあるよね。食べたくない、この No の意味を言いたいときにはくとかじゃっていうのを一番小さい声、低い声で言うと伝わりやすいです。例えば食べたくない、寒くない、静かじゃない、アニメじゃないっていう感じです。これだったらこの人は食べたくないんだとかエアコンいらないんだっていうのがわかるね。じゃあ次はというについて説明をします。事の始まりは中国慶慶市。発光する赤子が生まれたというニュースだった。はい、というっていうのはというプラス名詞で、との前が後ろの名詞の説明とか名前になっている。相手が知らない名詞について説明をするときに使う言葉です。例えば今回だったら発光する赤子が生まれたというニュースっていう風に使われていたから、これはニュースの内容が発光する赤子が生まれたっていうものになります。で、何度か僕の動画でも言ってるんだけど、とっていうのは運用の言葉なので、との前の形は何でも OK です。でもニュースの時には赤子が発光したとか動詞で終わることが多い。で、もう一つ名前を紹介する使い方があって、みんなこれは犬です。これは犬という動物です。ここでというが使われています。犬という動物です。犬っていうのは動物だよね。動物の中に犬がいます。こんな風に犬じゃなくてもっと大きな説明をするときにというという言葉使います。これは犬という動物ですもあるし、猫という動物です、鳥という動物ですっていう風に説明できます。じゃあみんなこれはいいね。これはラーメンだよね。ラーメンだったらこれはラーメンという食べ物です。食べ物だったら他にもラーメンとか寿司とか天ぷら、ハンバーガーいろいろありますね。で、というっていうのは相手が知らないことについて説明する丁寧な言葉です。ちょっとカジュアルな時にはていう、これを使います。これはラーメンっていう食べ物ですとかね。使い方を少し見てみましょう。この服良くない？いい感じじゃん。それどこのブランド？ゴールドっていうブランド。へー、全然わからん。この服良くない？いい感じじゃん。どこのブランド？どこのブランドっていう相手が知りたい情報、自分が知っている情報を渡すから、ゴールドっていうブランド、こんな風に使っていました。もう一つ例を見てみましょう。休みの日は何してんの？最近は
PUBG っていうゲームやってます。マジ？俺もやってるわ。今度一緒にやろうよ。休みの日は何してんのって言ったから、休みの日はゲームをしている。名前を言おう。PUBG っていうゲームをやってます。この時には B さんは A さんが PUBG このゲームを知らないと思っている。で A さんがリアクション。こんな感じでというていうっていうのを使います。はい。今日はだろという2つの文型を説明しました。どっちも話す時にはくないとかていうっていうちょっとカジュアルな形、違う形になるので気をつけてみてください。それじゃあみんなまた次の動画で会いましょう。さようなら。